皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このポッドキャストは、日本人である私が日本語学習者の皆さんに向けてわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？今日も相変わらず日本は35度以上でね、もうすごく暑いです。でもね、今の私は新しいマイクを手に入れてやる気に満ち溢れているので、暑さに負けず頑張りたいと思います。皆さんもね、暑さに負けず毎日を楽しんでくださいね。はい。で、今日なんですが、なんとですね、JLPT という日本語能力試験を皆さんと一緒に受けてみたいと思います。はい。今回受けるのは N2、N2、このレベルですね。はい。大体 N2 が理解できると、日本人のカジュアルな会話が聞き取れるし、日本人とカジュアルに会話ができる。そういう風に言われているレベルかなと思います。はい。そんなね、N2 のレベルを皆さんの前で一緒にね、受けてみようと思います。はい。どうやって受けるかというと、日本語能力試験 JLPT の公式ホームページには、問題例っていうのが出ているんですね。レベルごとの問題の例が出ていて、それを受けることができるんですが、それをね、今回は皆さんと一緒に受けてみようと思います。もうね、すでに N2 のこの問題例を解いたことがある人は復習になるかなと思うし、N2 をね、まだチャレンジしたことがなければ、私と一緒に挑戦になるかなと思います。私は本当に今回の N2 のレベルの問題は初めて受けるので、本当にどんな問題が出るかもわからないです。はい。なので、すべて初見のね、問題です。初見、初めて見ると書いて初見ですね。はい。解いたことがない初めての問題なので、もしかしたら私も間違えちゃうかもしれません。ねえ、どうしよう。日本人なのに日本語の問題がわからなかったらどうしようってちょっと今、微妙にドキドキしています。ちょっと恥ずかしいですよね、間違えたら。でも、もしそうなったら、皆さんはね、日本人も間違えるようなレベルなんだなって思って、ぜひね、自分が勉強していることがすごいことなんだっていうことをね、ぜひ理解して、自信に変えてもらいたいなと思います。もちろん全問正解を狙いますよ。頑張りたい。はい。じゃあね、早速やっていきましょう。最後まで優しい目で見守ってもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい、ということで頑張るぞ。はい、じゃあまずね、日本語能力試験 JLPT っていうサイトに来たら、この問題例に挑戦しようっていうのがあります。こうね、問題例。はい、クリックします。で、そうするとね、日本語能力試験の問題例が N5 から N1 まで、はい、1、2、3、4、5段階あるのがわかります。今回は N2 のレベルに挑戦してみたいと思います。はい。はい、早速問題が出てきました。やっていきます。はい。で、どうやら言語知識の文字、語彙、文法、読解、これが全部で14問あるみたいです。はい。で、聴解が1、2、3、4、5問。はい。5問ありますね。ということで合計で19問の問題が試せるみたいです。はい。じゃあやっていきましょう。言語知識、文字、語彙、1、漢字、読み。はい。下線の言葉の読み方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。この黒い下線からどんな花が咲くのだろうか。はい。これは私にはとても簡単でした。はい。種ですね。でも、すべてがこの漢字の読みになることがあります。だから、もしかしたら皆さんには難しいかもしれないですね。種。はい。おめでとう。この調子で次もやってみようということで正解でした。はい。次をやってみます。
第2問。表記。はい。下線の言葉を漢字で書くとき、最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。今日はゴミの収集日ですか？はい。収集ってわかりますか？集めることですね。日本ではゴミを集める日が決まっています。ゴミを集めて決まった日に出します。地域によっては、例えば燃えるゴミはこの日とか、燃えないゴミはこの日、段ボールはこの日とか、プラスチックはこの日、再利用できるリサイクルゴミはこの日とか、そういうふうに日にちによって出せるゴミが違うことがあります。で、その話をね、これはしていますね。ゴミを集めてもらって、そこからみんなの分のゴミを全部収集して、ゴミ収集業者さんが持って行ってくれます。はい。ということで、今日はね、ゴミの収集日ですかっていうふうに聞いています。集める。なるほど、なるほど。この漢字の中だと、おそらくこの正解しか日頃日本人は使わない漢字かなと思います。一つすごい引っ掛けがありますね。はい。正解はおそらくこれなんですけど、こっちは拾うっていう字が書いてあります。拾う。落ちているものを拾う。これは結構引っ掛けなんじゃないかなと思います。そしてこっちの漢字は集める。集めるですね。さっき説明した通り、ゴミを集めて持って行ってもらうので、集めるっていう字を使って集と読みます。はい。はい、こっち。はい、正解です。おめでとうということで、次のやっていきます。第3問。語形成。はい。括弧に入れるものに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。あの映画の最後は、なんとか場面として知られている。なるほど。確かに全部入りそうといえば入りそうですね。これはでも単語を知っていないと間違っちゃいそうかなと思います。例えばね、高いっていう字とか、いいっていう字。これは結構引っ掛けになるんじゃないでしょうか。この文章の内容としては、あの映画の最後はすごくいい場面として知られているんだよっていうふうに言いたそうだなってわかりますよね。この漢字、高いとかいいとか、基本的にはいい意味に捉えられると思うので、いい場面だとして知られているっていうふうに言いたい。でも、これはいいじゃないんですね。はい。名場面。はい。名場面って言います。名場面っていうのはもうすごくよく知られている。知名度が高くて有名。すごくいい場面なんだっていうふうに知られているっていうことなんですが、いい場面とは言うかもしれないですが、良場面とは言わないです。はい。いいって書いて場面って書くと、いい場面じゃなくて良場面になっちゃうんですよね。文章的にもね、いい場面として知られているはちょっとなんか、ちょっと変かな。ちょっと自然ではないかなというふうに思います。これはやっぱり名場面ですね。名場面。単語を知らないと多分出てこないかなと思います。はい、次。文脈規定。はい。括弧に入れるものに最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。日本人の平均なんとかは、男性が79歳、女性が86歳である。年齢の話をしているのがわかりますね。はい。生命、寿命、人生、一生。はい。どれだと思いますか？これもね、日本人の言い回しを知らないとわからないかなとも思います。どれでも当てはまりそうですよね。日本人は平均寿命、はい、と言います。平均生命とか平均人生、平均一生っていう言い方はしないです。聞いたことがないです。なので平均寿命ですね。
寿命っていうのは、その人が生きる人生の長さですね。それを寿命と言います。はい。男性より女性の方がね、寿命が長いんですね。さあ皆さん、もし自分が平均寿命まで生きるとしたら、あと何年残っていますか？人生は永遠じゃないんですね。ということをね、はい、考えながら生きていきたいと思います。次、言い換え類義。はい。下線の言葉に意味が最も近いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。田中さんは単なる友人です。はい。これもね、やっぱり知らないとわからないですね。単なる。これ言い換えたらどれも不自然じゃないですよね。田中さんは大切な友達です。でも変じゃないし、一生の友達です。ただの友達です。唯一の友達です。全部変じゃないですよね。じゃあ、単なる友達です。単なる友人です。はい。どういう意味だと思いますか？これはですね、ただの、はい、っていう意味です。これはもう知らないとね、わからないかもしれないですね。単なるっていうのは、単っていう字は単独とか単純とか、それだけっていう意味とか、シンプルっていう意味とか、そういう風な意味の込められた単語ですね。だから、単っていう字を、単身とか、単独とかっていう意味で覚えていたら、もしかしたら唯一のっていう風に間違ってしまったかもしれないですね。でも、単なるっていうのは、ただそれだけのっていう意味です。はい。次に行きましょう。ちょっと説明が長いですか？もっとサクサク言った方がいいでしょうか？次、両方。次の言葉の使い方として最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。余計。一人暮らしだと野菜がすぐ余計になってしまう。話が複雑になるから余計なことは言わないで。余計があったら一つ貸してもらえませんか？この頃仕事が忙しくて遊びに行く余計がない。なるほど。はい。これは余計じゃなくて余裕っていう単語と間違えてしまっているっていうパターンですね。一つだけ余計っていう言葉が正しいのがあります。それ以外は、もう一つは余分だな。余分とか余裕とか、ちょっとね、似た単語が当てはまるっていうものがありますね。はい。一つ目からいくと、一人暮らしだと野菜がすぐ余計になってしまう。そもそも余計っていうのは必要のない、余った部分のことです。だから、あるけど、それは必要ないよっていう時に使う言葉ですね。だから、一人暮らしだと野菜がすぐ余計になってしまうっていうのはちょっとおかしいですね。一人暮らしの人はきっと自分の料理に必要な分の野菜だけを買ってきていますよね。そういう時には日本人は余ってしまう、そういうふうに言うかなと思います。いらなくなってしまうっていうんじゃなくて、ただ余ってしまう。余ったから余った分がいらないのかもしれないけど、本当はね、その野菜も消費したいですよね。だからシンプルに余ってしまうが答えだと思います。余計っていうのはちょっと変ですね。はい。で、2番。話が複雑になるから余計なことは言わないで。これはとても自然です。はい。変なこと言わないで。必要のないことを言わないで。そういう時に余計なことは言わないで。っていうふうに言います。はい。次。余計があったら一つ貸してもらえませんか？言いたいことはわかるんですけど、これも余りだな。余りがあったら一つ貸してもらえませんか？余分なものがあったらっていう風な言い方もできますが、余分って言っちゃうとなんかちょっとこれもね、いらないような、そういうもののような感じがしちゃうので、ちょっと失礼かなという風に思います。余分に準備をしたっていうなんか相手に落ち度があるような感じがしちゃうので、もっとシンプルに余りがあったら一つ貸してもらえませんかっていうのが自然かなと思います。次。この頃仕事が忙しくて遊びに行く余計がない。遊びに行く余裕がないですね。
うん。余計はあるけど不要なものなので、遊びに行く時間がないんですよね。仕事が忙しくて遊びに行く時間が欲しいのにないから余計っていうのはおかしいですね。余裕がないっていうのも時間とかお金とか気持ちとかそういう風なものに対して余裕がないっていう風に言います。はい。次が文法形式の判断。文の文法1。最終のバスに間に合わなくて困っていた。なんとか。運よくタクシーが通りかかり、無事帰宅できた。なるほど。挙句に、ために、途端に、ところに。はい。これはどういう時にっていう話がしたいですね。挙句にだと、さらに悪いことが起きたっていう風な文章が続くはずです。でも、今回は運よくっていう風に話をしているので、いいことが起きましたよね。だから、悪いことがあった挙句に悪いことが起きた。っていう文章ではないです。次、ためにだと、それが原因で次のことが起きたっていう文章になるはずですね。最終のバスに間に合わなくて困っていたためにってなると、最終のバスに間に合わなかったことが原因で何かが起きているはずです。運よくタクシーが通りかかったのは最終のバスに間に合わなかったからじゃないですね。はい。なので、ちょっとおかしいです。はい。途端に、それが起きた途端に何かが起きる。っていう風な使い方をします。最終のバスに間に合わなくて困っていた途端に、これは、その時に突然何かが起きましたっていう文章が続くはずです。運よくタクシーが通りかかった。っていうのはちょっとおかしいかなと思います。はい。運よくタクシーが通りかかった。確かに突然ではあるんですが、ちょっと不自然です。最終のバスに間に合わなくて困っていた途端にっていうのは、困っているっていうのは、一点だけじゃないですね。その時だけじゃなくて、困っているっていうその期間がありますね。はい。途端にっていう言葉はちょっとおかしいかもしれないです。はい。困っていたところにですね。はい。おめでとうっていうことで次です。文の組み立て。次の文の星に入る最も良いものを選ぶと。はい。なのでこの4つをね、どういう風に並べるかっていうお話ですね。なんとかのニュースを見て驚いた。何のニュースを見たら驚くでしょうか？この中だと、活躍するのニュースだとおかしいですよね。彼の怪我のニュースだったら変じゃないですよね。はい。だから一番ではないですね。田中選手が今シーズンなので、田中選手の話をしていますね。自分の話じゃないですね。はい。だから、田中選手が何をするのか、楽しみに待っていた。田中選手が今シーズン楽しみに待っていたんでしょうか？まあ、おかしくはないかもしれないですね。そしたら、次は、楽しみに待っていた。活躍するのを。活躍するのを田中選手が楽しみに待っていた。ちょっと変ですね。答えは、田中選手が今シーズン活躍するのを楽しみに待っていただけに、彼の怪我のニュースを見ていた。はい。なので、楽しみに待っていた。はい。これが答えになります。はい。次の文章を読んで、文章全体の内容を考えて、四角の中に入る最も良いものを選びなさいと。これは結構長い文章ですね。じゃーんとこういう風にあります。ちょっとこれはね、長いから私がちゃちゃっと答えを選びますね。一応じゃあ音読はします。街にはおもちゃが溢れています。贈り物におもちゃを買おうと思ってもおもちゃ屋に並ぶ多種多様なおもちゃの前でどれを選んだらいいか迷ってしまったという方もいるかもしれません。そこである団体がおもちゃを選ぶ時の参考にしてもらおうと、毎年数あるおもちゃの中から有料なおもちゃ、グッドトイを選定しています。お店で見てすぐわかるように、選定されたグッドトイにはグッドトイマークが付けられていますので、おもちゃを買う時にも参考になります。はい。グッドトイとは遊び力を引き出してくれるものだそうです。遊び力というのは、見る力、聞く力、感じる力、コミュニケーションする力、夢見る力、人が生きていくのに必要な力のことです。グッドトイの選考では、まず推薦されたおもちゃをいろいろな年代の人に実際に遊んでみてもらい、専門家が選ばれ方を見て評価をします。その後も様々な視点から何度も検討を重ねて、グッドトイは選定されています。おもちゃというと、ただ子供が遊ぶだけのためのものだと、
考えられつつあります。考えられがちです。考えられてはいけません。考えられなければいけません。はい、どれでしょうか？街や参考書は熱心に選んでも、おもちゃを熱心に選ぶという方はあまり多くないのではないでしょうか。しかし、おもちゃには大きな力を持つものがあります。次におもちゃを選ぶときはグッドトイのように生きる力を引き出してくれるものを探してみてはいかがでしょうか。はい。おもちゃというと、ただ子供が遊ぶだけのためのものだと考えられがちです。はい。これは長いので次に行きます。はい。次の文も長いやつです。短文ですけどね。はい。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。前略、仕事ができる人とできない人の一番の違いは何だろうか。私がいろいろな仕事で接してきたできる人に共通している特徴は、自分の能力特性の分析がうまいということだ。まず自分は何が得意で何が不得意なのかを分かっている。もちろん、オールマイティにあらゆる仕事をこなすエリートもいるだろうが、大抵の人は仕事の得て、増えてを持っている。はい。その上で、得意な仕事を積極的にこなし、不得意な仕事からは上手に逃げている人が実は仕事ができる人と評価されるのだ。はい。ということで、この筆者から見た仕事ができる人の特徴はどんなことか。はい。自分に向いている仕事は一生懸命にやり、向いていない仕事からはうまく逃げること。はい。自分の能力特性を高めるための努力をいつも忘れず、何にでも積極的に取り組むこと。こんなこと言ってましたかっていう話ですよね。はい。オールマイティに仕事をしている人のやり方を見習い、不得意なことを克服すること。言ってることが多分反対ですね。はじめに仕事が自分の能力に合っているかを分析し、あらゆる仕事を上手にこなすこと。半分言ってることは正しいですが、最後がね、違いますね。あらゆる仕事を上手にこなさないんですよね。自分に向いている仕事は一生懸命にやって、向いていない仕事からはうまく逃げること。得意な仕事を積極的にこなし、不得意な仕事からは上手に逃げている人が、実は仕事ができる人と評価されるのだ。もうこの最後の文章だけ読めていれば解ける問題かもしれないですね。はい。これも文章ですね。これは中文ですね。はい。下の文章は企業のあり方についての本を出版した人が、その本の内容を紹介したものである。最近企業の不祥事が相次いでいますが、問題を起こす企業には共通点があると思います。それは、社員を大切にしていないということです。社員を大切にするとは、給料が高いとか、福利厚生を充実させるということではなく、仕事を通じて成長できるとか、仲間と協力して物事を成し遂げる達成感が感じられるといったことです。問題のある企業は、これらをないがしろにし、利益だけしか見ていないのです。ただ、ここ数年、社員を大切にしながらも業績を上げている企業が増えています。社員を大切にするなどと甘いことを言っていたら経営は成り立たないと言われる中で、なぜそれが可能なのか、その条件を絞ることが本書の執筆理由です。そこで一つ明らかになったのは、通常とは異なるリーダーの姿です。多くの場合、非常に優れたリーダーがいて、社員はただ従っていれば業績が良くなるということが想定されますが、社員を大切にしながら業績を上げる企業のリーダーはそうではなく、社員を主役にするのです。私はこれをスポンサーシップと名付けましたが、そこでは社員がどんどん力をつけ育っていきます。筆者がここで重視している企業の優れたリーダーとはどんなリーダーか。1、強い指導力で社員を引っ張り、どんどん業績を上げることのできるリーダー。これは一般的にね、そうやって思われていそうですね。はい。2、社員に高い給料を払い、福利厚生を充実させることを第一に考えるリーダー。そうではないんだっていうことがね、書かれていたかなと思います。社員の自主性を尊重し、社員が働きながら伸びていけるようにするリーダー。これはね、それっぽいことは言っていますが、次を見てみましょう。教育に十分時間をかけ、社員が成長してから働いてもらおうとするリーダー。はい。なるほど。なんか、これはどっちだろうってちょっと私も今悩んでしまいました。ただね、社員の成長については、応援をしているんですが、成長してから働いてもらうっていうのはちょっと違くって、成長をね、しながら働く。っていうのが仕事をね、通じて成長できるとか、達成感が感じられる、そういうところを大切にしているっていうお話なので、社員が働きながら伸びていけるようにする。これが正解かなと思います。はい、次ですね。次の文章は相談者からの相談と、それに対する A と B からの回答である。3つの文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを選びなさい。相談者、私の彼のことで相談したいことがあります。
彼は私の誕生日などによくセーターやアクセサリーをプレゼントしてくれるのですが、いつも私の好みでないものを送ってくれるのです。私はどちらかというと単色ではっきりした色のシャープなデザインなものが好みなのですが、彼からのプレゼントはいつも淡い色を多く使った女の子らしいデザインのものが多いです。彼のことはとても好きだし、一生懸命選んでくれているのがわかるだけに、私の本当の気持ちを言い出しにくくて困っています。どうしたらよいでしょうか？はい。回答者 A。これからも長くお付き合いをすることを考えているのなら、やはり彼にあなたの本当の好みを伝えて分かってもらう方が良いと思います。でも、プレゼントをもらった時に、こういうのは好きじゃないと言うと、彼を傷つけてしまうので、普段からデートの時に、ショーウィンドウなどを見ながら、私こんな服が好きなのよとか、これ欲しいな、などと言って、彼にそれとなく伝えるようにしてはいかがでしょうか。回答者 B。自分で思っているイメージと他人から見たイメージとは違っていることも多いものです。自分ではシャープなデザインが似合うと思っていても、彼から見ると可愛らしい感じのデザインが似合うはずと思っているのかもしれません。自分で自分のイメージを決めてしまわずに、一度思い切って身につけてみてはいかがでしょうか。新しい自分が発見できるかもしれませんし、彼もそれを期待しているのかもしれませんよ。はい。相談者の相談に対する A、B の回答について正しいものはどれか。1、A も B も彼からの心のこもったプレゼントなので素直に身につけた方がいいと言っている。B は言っていますけど、A は言っていないですね。はい。A も B も長くお付き合いをするために相手の好みや考え方に合わせるべきだと言っている。はい。A は言ってないですね。長く付き合いたいのなら、それこそ自分の気持ちを伝えろというふうに言っていたと思います。はい。A は相談者の彼の考え方に理解を示し、B は相談者の好みをより重視する意見を述べている。はい。これは逆かなというふうに思います。4、A は相談者の好みをより重視し、B は相談者の彼の考え方に理解を示す意見を述べている。はい、これですね。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを選びなさい。勝ち組、負け組って何だろう？春先は入学や就職など、進路が決まったり決まらなかったりする季節である。ゲームならルールがあって明確だ。しかし我々、人の勝ち負けに世界共通の基準などあるのだろうか？勝ち負け、つまり成功の基準は人により様々なはずだ。同じ一個人でも時と場合によっては違ってくる。試験は合格が勝ちで不合格は負け。資格試験であれば取得できれば成功、できなければ不成功。とてもわかりやすい。ただこれも試験そのものの基準であって人を組み分けする基準ではない。受験者はそれぞれ個別の事情や目標を持っている。受験に至るまでのそのような一切を評価するのは本人であり、他人がとやかく言う問題ではない。では、どうして周りの評価や基準が気になるのだろう？それは自分の中で成功の基準を持っていない、意識していない人が多くなっているからではないか。毎日の生活の中で何ができればいいのか、どう感じることが幸せなのかをちっとも考えなくなっているからではないか。自分の基準がないから周りを気にする、他人と比べるから勝ち負けの発想に傾いてしまう。しかもその際、他人の基準を使うからどうしたってストレスが溜まるし、勝つよりは負ける方が多くなる。私自身30代までは周りの評価を基準にしていた。そしてある時、一生こうして生きるのかと考えたら、そもそも自分はどう生きたいのかを真面目に考えたことすらないことに気づいた。これちょっとスクロールしにくいですね。その後会社を辞め、独立もしてみた。再就職も何社かした。だが、大して変わらなかった。今にして思えば、その時自分がやったことは周りを変えることであって、肝心の自分を変えることではなかったからだ。40半ばを過ぎ、自分の成功基準を持つ大切さに気づいた。生活の中に数々の成功基準を持つことで、一日の生き方はどんどん意識的なものになる。例えば、朝早起きであれば成功。その後、ジョギングをして、道すがら何か発見できれば、これもまた成功。気持ちよく仕事に行ければ大成功。夜仲間と飲めれば大大成功といった具合だ。我々は我々自身のゲームの主役だ。ルールは自分で決めて打ち込めば毎日はスリリングで楽しいものになる。はい。筆者がこの文章で一番言いたかったことはどんなことか。周りの評価を基準にしたとき、自分の生き方が成功だったとしても、自分が本当に満足していなければ成功とは言えない。これは言っているかもしれないですね。はい。周りの基準による勝ち負けの発想を捨てて、自分で決めた成功基準を自分の行動に当てはめて生活することが大切である。これかなというふうに思うんですけど、人生で勝ち組に入るには、周りの評価や基準を気にせず、世界共通の基準を意識して自分の中に取り入れるべきである。
世界共通の基準を意識。反対なことを言っていますね。はい。一日の生き方で大切なことは、朝早く起き、適度な運動をし、気持ちよく仕事をし、夜仲間と楽しく付き合うことである。まあね、これは大切だとは言っていますが、一番言いたいことは、果たしてそれだったのかっていう話なんですが、多分2かな。周りの基準による鹿島家の発想を捨てて、自分で決めた成功基準を自分の行動に当てはめて生活することが大切。はい。合ってました。次は霞市の私立図書館の利用案内である。下の問いに対する答えとして最も良いものを選びなさい。図書館カードを見せれば雑誌を借りることができるか。はい。ということについて。雑誌については、ここですね。図書、本、雑誌、ここに書いてあるはずです。図書は1人5冊まで借りることができます。はい。貸し出し期間については2週間以内。はい。ということで、2週間以内であれば雑誌を1人5冊まで借りることができます。合計8冊までなら借りることができる。違いますね。館内で読めるが借りることはできない。借りることができますね。どれでも1人5冊までなら借りられる。はい。これじゃないかなと思うんですけど、最新号以外は1人5冊まで借りられる。最新号だけ。はい、書いてありますね。ただし、雑誌の最新号は貸し出しできません。はい、ということなので、最新号以外だったら、1人5冊まで借りられる。これですね。はい。なかなかね、何度も見ないとわからないような、難しい問題もありますね。次は懲戒の問題です。はい、ちょっと懲戒もやってみようかなと思ったんですが、ちょっとね、懲戒は音声をね、どうやって録音しようかなっていうのと、さすがにできそうだったので、今回は、やめておきます。ちょっとね、長くなりすぎちゃったかなと思うんですが、皆さんと一緒に問題を解いてみました。はい。一応ね、どれも分かったかなという感じですが、やっぱり、長い文章は結構ね、しっかり読まないと分からなかったりとか、どこに答えがあるのかなっていうのが分からなかったりとか、すごい難しいですよね。私もこういうのをね、英語ですごい何度も解いたことがあるんですけども、本当にそのたんびにもうどこに答えがあるんだよって悩んでいるんですよね。もうすごく皆さんも大変だろうと思うんですが、改めて頑張ってください。はい。私も皆さんの役に立つように動画の撮影頑張ります。はい。ということで、今回の動画は以上です。いや、なんか思ったよりも疲れました。はい。これからね、お昼ご飯食べてお休みをしようと思います。お疲れ様でした。皆さんもゆっくり休みながらね、日本語の勉強を楽しんでください。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。